こんにちは。よろしくお願いします。どうぞお入りください。リビングなんですけれども、入居して1年数ヶ月ってとこですね。いや、まず入りまして、このオープンキッチン、グランドピアノ、相当のスペースがあって。そうですね。ただっ広いっていうのはいいんですけど、細長いので、こう、今スペースとか、ダイニングスペースとか、ピアノスペースとか、キッチンとかを区切りのない中で区切りをつけるのが結構初め、どこに何を配置しようかとか、割と悩みました。やっぱりちょっと変わった作りといったらあれなんですけど。そうですね。この辺りには多いみたいですけれど、ここももともとアトリエだったみたいです。まあこの地区バスチーユ界隈は昔から職人さんの。そうですね。なので作りがおそらくガーンとでかい。そうですね。うん。でこう自然光が入るみたいな。どのように見つけられたんですか。知り合いが持っている物件で、彼女が自分の家を貸してイビサ島に娘さんと一緒に引っ越してから2年ぐらい経っていて、でその時私前住んでいた家を出なくちゃいけないことになって、うちのお店にもすごく近いし、物は試しと思って聞いてみたら、ちょうど今の入ってる人たちが出てくから、これは便利だし、じゃあもうここに決めちゃおうっていう感じで。すごいラッキー。そうですね、トントン拍子でしたね。大変ですからね、パリの。プチケレールの、自分のお店も他は見に行かなかったというか、あそこに行きたいってすごく思って、それで交渉して入れたっていう。私結構割と物件とかそういうのに勘が利くっていうか、よくわかんないけどあんまり探した経験はないような気がする。パリにいらしてから、もうずっとこの界隈ですか。そうですね、95年に来てるんですけど、この辺りはもう歩いてたらもう5メートルごとに「こんにちはこんにちは」って感じで特にもうケレール通りは自分の巣みたいになっちゃってるから、もうこの通りから出れない状態になって広いオープンキッチンちょっとご案内していただきたいんですけど。はい、まあシンプルな、前の住居のキッチンの方が大きかったんですよ。収納の引き出しとかもたくさん、もうこの倍ぐらいあったんで、私やっぱり仕事上調理用具とか多くてだいぶ始末したんですけど、それでもここに入った時にしまいきれなくてちょっと焦りましたね。お家でも料理作られるんですか。しますよ。はい。どのようなもの作られるんですか。家庭料理ですかね。和食も作ります。やっぱり時々食べたくなりますよね。ホームパーティーとかもされるんですか。時々しますね。1年前に新しいお店開けちゃったんで、なかなかちょっと前ほど家でご飯しなくなったかな。ここは備え付けですか。そうです。これは備え付け。そう、この辺りは自分の結構私ブロカント好きなんで、息子が作ってくれた私の足踏み台。うちの上の息子家具作りが仕事になっていて今で、この家のオーナーが背高い人なんですよ。で全てがちょっとこう高くて、私にはもうこう野菜切ったりとかなんかもうちょっと苦労だなとか、なんかいちいち高くって踏み台が欲しいって言ったら踏み台作って持ってきてくれた。可愛いですよね、これもね。ここに結構なんか盛り付け用の食器はここに入れてます。高級品はないんですけど、ブロカントで大皿とか気になったものをちょろっとずつ買って揃えている。なんか思い出深いですか。これはアンティークのフェーズ焼き、モロッコに旅行行った時に買ったもので、これも多分150年ぐらい前のすごく家庭的なサラダボウルなんですけど、もうどんだけサラダを盛られてきたのかなとか思うと、もうこのぐらい来るとすごく丈夫でもあるんですよね。これはなんかシチリアの作家が今作ってるんですけど、このまだらな色付けで多分シチリア独特の製法なんだけど、それを今風にやってるんで可愛いな。ついね、お皿も買っちゃうんですよね。金色のお皿も。
これは最新のこの間日本行った時に買ったんですけど、面白いですよね。もう果物とか入れたら色が酸で反応して化学反応で色がどんどん変わってこういう感じが面白くて、生きてるお皿みたいな感じ。これ私はすごく愛用してるカップなんですけど、これはエリザベス女王の戴冠式の記念だから53年のです。やっぱりこれで朝コーヒー飲むとちょっとこうロワイヤルです。そう、シリアの手拭きガラスっていうんですか。全部違いますよね。全部一つずつ手作りしていて、これも好きでなんか見るたびに買ってで、なんか水が美味しく感じるんですよ。持ちやすいし、意外と使いやすいんですよこれ。で引き出しもそう、引き出しがカトラリー入れる引き出しがなくって、それでいろいろ考えた末に無印良品で買ってるプラスチックのこれを重ねて、ここは小さいスプーンとか大きいスプーンとかに一応分けてはいるんです。このテーブルはなんかイギリス製のこの辺りの路面のブロカントで買いましたね。椅子はイギリスの、私昔イギリスで語学留学してたマーゲートっていうケント州の海辺の町があって、私今も大好きな町なんですけど、そこで買って車で持って帰ってきた。すごい安かったんですよ。またイギリスの家具とフランス家具と違った特徴が。そうですね。この水色のもともとっていうことですか。そうですよ。フォーミカか。50年代な感じですよね。プチケレールもフォーミカのテーブルが多いんですけど、フランスのフォーミカって黒とか赤とか黄色とか結構ビビッドな感じなんですけど、この水色がちょっとイギリスっぽくて可愛いなと思ってます。プチケレールっぽいですよね、あれね。50年代な。古いお皿は昔の元夫のお母様にいただいた、一回鑑定してもらいたいなっていう感じの古いお皿。あとね、カゴの使い方ですね、やっぱり。キッチュのものが好きなんですよ、実は。ナポリで買った偽物のフルーツとか野菜とかあれ全部偽物なんです。それもイギリスのブロカントで買いました。これ通常多分外かなんかに置くから。そうでしょうね。パソッとはまっている感じが。緑があると嬉しいので、お祈りコーナーとかね作ってみたりとか。直射日光じゃないので割と植物はここが好きみたいですね。夏涼しいっていうのはやっぱり利点で、ここで本読んだりとかね。こういう古いガラクタ瓶とかもすごく好きで、やっぱりちょっと古いものってガラクタでもそれだけでストーリーがあるので、大好きですね。マトリュシカたちもその中に一人一体こけしが混ざってるってねハワイ土産のマトリュシカもいるっていう。一番下の娘がまだサンタさんを信じてた時代にクリスマスにマトリュシカが欲しいって言ったんで、それから毎年クリスマスにあげることにしていて、これがね10個とか20個とかになったら結構いいコレクションになるかなと思って。今7個あるから、そう5歳の時からあげてるんだ。そしてこのピアノは言ってるんですか。このピアノは20年ぐらい前からありますね。それフランスに。そうですよ、フランスに行って、ヘンリーっていうすごい上手とかじゃないんですけど、ずっと弾いていて、それで子供が生まれて家にいる時間が多くなった時にまたレッスンを再開したらすっごい楽しくって、でそれまでアップライトのピアノ持ってたんですけど、いいピアノが欲しいなっていうことになって、そうですね。ちょっとよく見てみますと、やっぱりアトリエ建築っていうことで、古いところとこうアンドストリアルな要素がこう混ざって、この階段のかと思えばこの石。そうですね。石むき出しって結構埃がすごいね。掃除大変なんですけど。これは
結構最近ブロカントで買ったフランス中流家庭って感じですよね。その中に入ってるものは何なんだろうとか。あ、これはね、手袋とか帽子とかです。なんか玄関でささっとつけたいものをここに入れてます。フランスの場合リビングからいきなり出口ですからね。そうなんですよ。そう、玄関がないからちょっとね、靴とかね悩みますよね。傘とかどうするかとかね。これね、12区にあるブロカントでもあるんですけど、木工アトリエで、例えば自分でこの家具を作りたいっていう人に家具作りを教えてるスペースでもあって、あと修復もできるのでブロカントコーナーもあるっていう、ピッコピュスのあたりにあるお店でしたね。私結構このあたりとかも好きなんですけどね。こういうキッチュな貝殻とかねあとこれは手で色つけてる写真とか結構好きで持ってます。これはルオード。こういうのもブロカントで見つけられますよ。そうですよ。これは旅先で結構ナポリとかで買ったような気がする。あれルオードだと思って。そういうのってもう安くっても宝物ですよね。この多分10ユーロとかで買ってるんですけど、これはブリュッセルの照明専門のブロカントで買ったんですけど、可愛いですよね。これ上にメタリックの加工してあったのがちょっといい具合に剥がれてて、それが可愛いなと思ってます。もう本もなんかやっぱりどんどん溜まっちゃって、もともとやっぱり料理本が好きだったっていうのがもう10代の頃から集めてる本とかで、気持ちが入ってると処分できないものもあります。そういうのがだんだん溜まって、引っ越しするたびに整理はしてるんですけどね。お気に入りやっぱり一押しはアリス・ウォーターズかな。大好きなアメリカのカリフォルニアキュイジーヌの母と呼ばれている大好きな人です。アリス・ウォーターさん、プチケレールにも一度見られたことがあって、もう心臓止まるかと思ってもう大好きで涙が出てしまうのが嬉しくて。いや、なんか上の子供2人の父親が、料理批評家なんですよ。で彼がなんかセッティングしてくれて、プチケレールでミーティングってことにしてくれて、もうね、大好きだから嬉しかったです。ちゃこさん家に新しい取材された新しいお宅に初めて遊びに行った時に、このソファーがあって「ちゃこさんこれかわいいね」って言ったら「これあげるよかおりちゃん」って言って「えいいよ」って言って「いやでも私はちょっと違うのに変えたいと思ってるからいいあげる」って言って、色とかかわいいですよね。あとは、食器棚ですかね。やっぱりブロカントで買っちゃうとか。そうですね。この絵はフランスの作家物とか、これはアスティエードあとはなんか食器もこれ可愛いなと思ったら買うっていう感じで、全然これとかも可愛い。なんかアフガニスタンの丼、これはトルコで買った、イスタンブールで買ってきた。もう白山、日本の白山陶芸って知ってます？すっごく使いやすくって丈夫で、どんなに食洗機かけても釉薬が鈍らないっていうかね、照りがそのまんまで、お茶碗とかもすっごく可愛くって、可愛いでしょ？いろんな色とかデザインあって、すっごく使いやすいんですよ。これご飯食べる時にこれはなんとなく日本行くたびにちょっと持って帰ってくるかな。あとは大好きなのが、ちょっと特別な気分になる17世紀のお皿。これで朝ごはんとか食べるのすっごい好きで、やっぱりね、ほらピエがないでしょ。これは2枚、これもすごく古いお皿です。想像しちゃいますよね。誰が何食べてたのかなとか思って。トースト1枚食べるんでも、こういうお皿で日曜日とかね食べるとちょっと気持ちが良くなって特別な気分になるから好きですね。この辺はなんかナポリの教会で神様に
ありがとうございましたって例えば手が良くなりましたとか子供の病気が良くなりましたとかそういう時にお礼しに行く時に教会の周りでこういうの売ってるお店屋さんがあって持ってくんですよね。ですごい可愛いなと思って。はい、お風呂場、浴室ですね。浴室はとても気持ちいい場所なんですけど、ちょっと広すぎっていうのもあるかな。ここでヨガとかもできる。天窓がから自然光が入っていいですよね。でもブロカントで買って指輪とかね片付けるのに便利そうだなと思って。1914年の子供、字も上手だし絵も上手だし、それもブロカントで買いました。2階行きますか？ここが寝室になります。なんか落ち着くような空間ですね。まあ寝室は静かな場所にしたいなっていうのがあって、私結構本読むのも好きですし。すごい本の感じです。本読まれるとか？結構読みますね。寝る前には読みますね。本棚は道で拾いました。形がちょっと可愛いですよね。道で落ちてました。可愛いからちょうど幸い息子と一緒に歩いてて、これ持ってってって言って、ちょっと足が壊れてたんだけど、それをちゃちゃっと直して、あとペンキ塗り直して、ちょうど本が入りきらなくって、引っ越ししてからまだ段ボールから出せてない本があったんですよ。これでやっと片付けられて、もうすっきりっていう感じですね。前いたうちでは同じ長さのが3段とかになってたんですけど、それがここは天井があったんで、そしたらこういう感じに切り直して作ったら面白いかなと思って、やってもらいました。なんか変化があって。そう、本がただまっすぐ置いてあるよりはちょっと可愛いかなと思って。この辺もすごくちょっと私は集めていて、これ16世紀の植物図鑑のページなんですよね。こういうのも本当に16世紀の本から切り取って売っていて、で1枚そんなに古いのに15ユーロとかで買えるんですよ。でそれを学校屋さんに持ってって綺麗に装丁してもらうと可愛いじゃないですか。額の方がすごいお金かかるんですけど本当にその時代にヨーロッパですごく有名な植物図鑑があるんですよ。初の植物図鑑みたいな意味で、印刷はカラーじゃないところに今誰かがインクで色入れてたりするんだよね。だからその人のなんか手腕とかもあって、多分色入れは割と最近になってからなんだと思います。なんか16世紀のこの本が本当に可愛くって、その後17世紀18世紀の植物図鑑の抜粋とかも売ってるんですけど、ちょっとなんか違うんだよね。こういうなんか可愛くありませんか？素朴で。この辺は子供たちが描いた。これはママですか？そう。これ上の息子が幼稚園だった時に私の似顔を描いてくれたのと、これは上の娘が高校生の時に私の似顔を描いてくれた。これは下の娘の自画像です。幼稚園の時に。なんか上手。可愛いよねみんな。この電気は息子が作ってくれたのよ。去年のクリスマスに作って持ってきてくれた。プチケレールにようこそ。ここがカウンターで、もうここはもう作り付けだった50年代の赤いフォーミカでできたカウンターに木の扉の冷蔵庫とかすごいレトロな感じです。今みんなスタッフのご飯の時間です。まあこのベンチはもともとあって、テーブルとか椅子ももともとあったものです。飲んで美味しかったワインをなんとなく置いておいてたりとか、これは
ポルトガルリスボンで友達が作ってるラグです。こっちが厨房になります。コンパクト。あ、これはシリアのさっきのお水をお出しした時に使った同じタイプの吹きガラスでできて、これ電球変える時結構大変なんですよ。家と同じで、まあここも割とブロカントで見て可愛いなって思ったものを置いたりとか、こういうラグとか、鏡とか、結構私大好きなこのブイヤベースっぽいなんか魚のお皿とか。今日はお家をご案内いただきありがとうございます。はい、どうもわざわざお越しくださってありがとうございました。楽しみました。はい、またどうぞいつでも。ありがとうございます。